おはようございます。ケンです。さて、本日ですが、まずお知らせがあります。僕自身、新しい YouTube のチャンネルを立ち上げました。その名も、和テックチャンネルです。和テックっていうのは、日本の和とテクノロジーを融合させた言葉で、日本が世界に誇る環境技術を発信していきたいと思っています。最初は僕の YouTube でもずっと紹介している株式会社エコファクトリーさんの装置です。先日2月9日に行った見学会の様子をご覧になってもらえたらと思います。これから環境に関することをメインに発信していきますので応援してもらえれば嬉しいです。そして概要欄に第1回目の動画のリンクを記載していますのでぜひご視聴ください。そしてチャンネル登録をしてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。では前置きが長くなりましたが今日の内容に入っていきます。まず本日のラインナップですがサイバートラックが驚異の安全性能を証明しNHTSA の衝突テストで最高評価を獲得。そしてテスラセミのためにカリフォルニアに巨大なメガチャージャーステーションが誕生しようとしています。さらにオランダではテスラのメガパックを活用したヨーロッパ最大級のエネルギー貯蔵施設が建設されることに。でもそれだけではありません。テスラがついにインド市場に本格参入し、ニューデリーとムンバイに初のショールームを開設。さらに新型モデル Y が上海とベルリンのギガファクトリーで生産開始。このアップデートがどれだけすごいのかじっくり見ていきます。今回の動画ではテスラが次に狙う市場や最新技術の進化、そしてこれが EV 業界全体にどんな影響を与えていくのか、こちらについて今日は話していきたいと思っていますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。まずサイバートラックの話題から。サイバートラックといえばその独特なデザインやステンレス製のボディが話題になりますが、今回はそれ以上に衝撃的なニュースです。なんと NHTSA の衝突テストで最高評価の5つ星を獲得しました。テスラの公式発表によると、サイバートラックは前面衝突テストと側面衝突テストで5つ星を取得。さらに転倒リスクに関する評価では4つ星を獲得し、転倒リスクは 12.4% とされています。そもそもこの車のデザインを見たとき、多くの人がこんなごつい車本当に安全なのと思っている方もいると思います。なぜならサイバートラックは一般的な車とは違い、超高強度のステンレスをボディに使用しているからです。これが衝突時にどう影響するのか気になっていた人も多いと思います。しかし結果としては見事に5つ星です。これはテスラが衝突エネルギーの分散設計をしっかりと行い、バッテリーパックをクラッシャブルゾーンとして活用することで衝撃を吸収できるようにしているからだと考えられます。さらにもう一つ注目すべきポイントがあります。それはサイバートラックの重心の低さです。EV はバッテリーを床下に搭載しているため、車両の重心が低くなります。これが転倒リスクを減らし、SUV やトラックのような車高が高い車にありがちな横転の危険を大幅に軽減しているんです。この安全性能を見ると、サイバートラックの魅力がさらに増しますよね。では次はテスラのセミに関するニュースを見ていきましょう。はい、次に紹介するのはテスラのセミに関する大きな動きです。テスラはカリフォルニア州に初の公共向けメガチャージャーステーションを建設することを計画しています。場所はロサンゼルス郡カーソン市の近郊。ここに12基のメガチャージャーが設置される予定です。このメガチャージャーは従来のスーパーチャージャーとは異なり、大型トラックであるテスラセミ向けに設計された超高出力の充電ステーションです。特に注目なのがこのメガチャージャーの出力です。テスラの発表によると V4 スーパーチャージャーキャビネットを採用し最大 1.2MW の充電速度を提供するとされています。これが実現すればテスラのセミは短時間で大量の電力を補給でき商用輸送の効率が大幅に向上します。現在多くの物流企業が EV トラックの導入を検討していますが、その最大のハードルは充電インフラの整備です。ガソリンやディーゼルのトラックと比べて EV トラックは充電に時間がかかることが課題でした。しかし 1.2MW のメガチャージャーなら従来の EV 充電よりもはるかに早く充電を完了できるため物流業界にとっては大きなメリットになります。
そしてこのステーションには単なる充電設備だけではなく、ドライバー向けのラウンジや自動販売機、トイレなどの設備も完備される予定です。これは長距離トラックドライバーにとって重要なポイントになりますよね。このメガチャージャーステーションが稼働すれば、テスラのセミの普及が一気に進む可能性があります。今後他の地域にも同様のステーションが増えていくのか注目していきたいところとなっております。では次はテスラのエネルギー部門に関する話題です。オランダで進行中のヨーロッパ最大級のメガパックプロジェクトを見ていきましょう。はい。では次に紹介するのはテスラのエネルギー事業に関する大きな動きです。テスラのメガパックがオランダで進行中のプロジェクトムファサに導入されることが決定しました。これはヨーロッパ最大級のエネルギー貯蔵システムとなる予定です。このプロジェクトでは合計372台のメガパックが設置され、総容量は350メガワット、1.4 ギガワットアワーに達します。これによって20万世帯以上に電力を供給できる規模になると言われています。ではなぜ今こうした大規模なエネルギー貯蔵施設が求められているのでしょうか。その理由の一つが再生可能エネルギーの安定供給です。風力や太陽光発電は天候によって発電量が大きく変動します。そこでこうしたエネルギーを効率よく蓄えて必要な時に放出する仕組みが重要になります。特にオランダのように再生可能エネルギーの導入を積極的に進めている国では電力の需給バランスを調整するために大規模なバッテリーシステムが欠かせないんです。このプロジェクトにはテスラ以外にも多くの企業が関わっています。そしてオランダのエネルギー企業のエネコが運営を担当することでシステムの最適化が進められる予定です。こうした動きを見るとテスラは EV だけではなくエネルギー分野でも確実に影響力を拡大していると言えるのではないでしょうか。では次はテスラのインド市場進出について詳しく見ていきましょう。昨日は従業員を募集しているというのがあったんですけれども、今日紹介するのはテスラのグローバル展開における大きなターニングポイントになるニュースになると思います。昨日もね、お伝えしたんですけれども、今日はテスラがついにインド市場に本格参入し、ニューデリーとムンバイに初のショールームを開設する計画を発表しました。これはイーロン・マスクさんとインドのナレンドラ・モディ首相の会談を得て決定されたもので、インド政府との連携も強まっています。テスラが長年インド市場への進出を検討してきたことを考えると、これは歴史的な一歩と言えるのではないでしょうか。ではなぜテスラは今インド市場に参入しようとしているのか。まずインドは世界で最も成長が期待される EV 市場の一つです。人口は14億人を超え、世界最大の自動車市場の一つに成長しています。さらにインド政府は2030年までに新車販売の 30% を EV にするという目標を掲げていて、EV の普及を本格的に後押ししています。この状況を考えると、テスラがインド市場を狙うのは当然の流れですよね。テスラはすでにニューデリーではエアロシティ地区、ムンバイではバンドラクルラコンプレックスにショールームを開設する予定です。ただしこれらはサービスセンターではなく、主に EV の販売拠点としての機能を持つことになります。またテスラはインド市場向けの EV 生産を計画しているとも報道されています。これが実現すればインド国内でのテスラ車の価格が大幅に下がり、より多くの人にとって購入しやすくなる可能性があります。こちらに関して僕自身が思うこととしては、Q4 の決算発表の時に新型のモデルについていくつか用意しているというようなことを言われていました。なので新型モデルに関しては一車種だけではなく複数の可能性があると思うんですよね。その中の一つがインド市場向けになってくるっていうのがあるんじゃないかなと思いますけれども、皆さんどうでしょうか。そしてこの動きがテスラの成長にどのような影響を与えるのか、そしてインドの EV 市場がどう変わっていくのか、今後の展開に注目です。では最後に新型モデルYの進化について見ていきたいと思います。
はい。では最後にテスラのベストセラーモデルであるモデル Y の最新アップデートについてです。今回上海のメガファクトリーで新型モデル Y の生産がスタートし、さらにベルリンでも生産が開始する予定です。このアップデートによってモデル Y はどのように進化したのか、そしてこれが EV 市場にどんな影響を与えるのか、まず今回の新型モデル Y の特徴ですが、内装外装ともに改良が加えられています。特にサスペンションの改良は大きなポイントです。これにより乗り心地が大幅に向上したと言われています。これまでモデル Y は乗り心地が硬いと言われることがありましたが、今回のアップデートでその課題が改善された可能性があります。また、テスラは常にエアロダイナミクス、空力性能を最適化していて、外装デザインも微調整が加えられているようです。これにより航続距離やエネルギー効率の向上が期待できます。この新型モデル Y の投入はテスラにとって非常に重要な意味を持っています。モデル Y はすでに世界で最も売れている EV の一つですが、今後も競争が激化する EV 市場で優位性を保つためには定期的なアップデートが欠かせません。特に中国市場やヨーロッパ市場では多くの新興 EV メーカーが続々と新モデルを投入していて、テスラも常に進化をし続ける必要があります。今回のアップデートによってモデル Y の人気はさらに加速するのか、これからの動きに注目となっております。では最後に今日のニュースを総まとめしていきます。はい。では最後にまとめていきますけれども、今回の動画ではテスラに関する5つのニュースをお届けしました。改めて振り返りますと、どれもテスラの未来にとって重要なものばかりになってくると思います。まず、サイバートラックが NHTSA の衝突テストで5つ星を獲得し、その安全性が証明されました。独特なデザインでもしっかりとテスラの安全技術が活かされているということが分かりました。次にカリフォルニアにテスラのセミのためにメガチャージャーステーションが誕生予定です。これにより EV トラックの普及が一気に加速するかもしれません。さらにオランダではヨーロッパ最大級のメガパックプロジェクトが進行中。テスラは EV だけではなくエネルギー事業でも確実に影響力を拡大しています。そしてテスラがインド市場に本格参入し、ニューデリーとムンバイにショールームを開設。インドは今後の EV 市場で大きな成長が期待される国なので、これがテスラの成長戦略にどう影響するのかが注目です。最後に新型モデル Y が上海とベルリンで生産開始、内外装の改良やサスペンションのアップデートでさらに完成度が高まっていると思います。これが世界中の EV 市場でどれだけの影響を与えるのか、今後が楽しみなところとなっております。このようにテスラは常に進化を続け、EV 業界だけではなくエネルギー業界やグローバル市場全体に影響を与えています。これからどんなニュースが飛び込んでくるのか、引き続き注目をしていきましょう。では最後にテスラの株価をチェックします。現在は360ドルを超えて362ドルとなっております。今日はしっかりと上がってきています。はい。では今日の内容は以上となっております。今回の動画が面白かった、参考になったという方は高評価とチャンネル登録がまだな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして皆さんが最も関心を持ったニュースはどれでしたか？ぜひコメントで教えていただければと思います。それでは引き続きテスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。冒頭にも言いましたが、新しく YouTube チャンネルを立ち上げました。今、生活する上で環境のことを考えない人はどんどん減っていると思います。例えば我が家でも小学校での教育が進んでいるのか、息子が前にテスラって SDGs だよねって言ってきました。今は小学校の教育でも環境だったり SDGs のことを勉強し、いろいろと子供も環境のことを考えるようになっているようです。僕の新しい YouTube では日本が誇る環境に関して真剣に取り組んでいる企業を紹介していきます。ぜひ皆さん応援をよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。今後もいろいろと企業を紹介できるように取り組んでいこうと思っていますので、もしこの企業さんはどうなどありましたら教えていただければと思います。僕も可能な範囲で取材などもしていきたいと思っています。第1回目の動画は概要欄に記載していますので、どうぞこの後にご覧になってもらえればと思います。よろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。